こんにちは。今回はイギリスゴム編みを紹介します。2色で編むイギリスゴム編みです。表側と裏側の色が違って出る編み地になります。前回はこちらの1色で編むイギリスゴム編みを紹介しました。今回は2色ですので、表情が面白い編み地になります。編み方を編み図で説明します。編み図で説明します。この編み図は前回に編みました一色で編むイギリスゴム編みと同じ編み図です。少しだけ色を足しました。1段目はここから作り目を作ります。そして2段目で編み始めます。1段目、2段目は緑色の糸で編みます。この編み目記号は掛け目をする編み目記号ですが、2段目は掛け目をしません。普通に表編み、裏編み、表編み、裏編みと編んで、最後は裏編みを編みます。次の3段目に水色の糸に取り替えて、掛け目をして、裏編み、掛け目をして、裏編みと編みますが、その時にまた詳しく説明します。最初は作り目に2段目の表編み、裏編みを編みます。一般的な作り目を41目作りました。輪針に棒針を1本足して作り目を作ります。この針は外しておきます。この輪針はとても便利ですが、今回は60センチの輪針で編み始めます。途中のところを、途中を少しこのようにずらして、この目がねじれないように注意しながら、こちら側も少し紐を引いて目をずらします。そしてこのような三角形の形を作って編み始めます。この状態で編み始めます。目がねじれてないかを確認して、次に最初に左側の針に右側の目を一目移動します。ここでマーカーをつけて、次にこの移動した目と左側にある目を一度に表編みをして、2段目の最初の表編みを編みます。次は裏編みです。裏編みはフランス式の編み方で裏編みを編みます。次は表編みを編み、裏編みを編んで2段目を編んでいきます。表編み、裏編みを繰り返して2段目は編みます。ここまで表編み、裏編みを繰り返して編みます。2段目を表編み、裏編みで、最後は裏編みで編みました。次は3段目です。3段目の編み方を編み図で説明します。3段目を編み図で説明します。2段目を裏編みで編み終えて、次に3段目に移ります。3段目はこの列を編みます。この列のこの編み目記号は掛け目の編み目記号です。この掛け目はこの部分になります。掛け目をして前段の表編みを編まずに右針に移します。それが3段目の最初の編み方です。水色の糸で編む3段目は
掛け目をして前段の表目を編まずに右針で移します。次の目は裏目の編み目記号に掛け目がしてあります。この編み方は今度はここになります。裏編みを編みます。そして前段の掛け目があれば一緒に編みますが、2段目は掛け目をしていませんので、裏編みだけを編みます。次は掛け目をして表目を右針に移し、裏編みだけを編むのが3段目の編み方です。ここから3段目です。糸は針の向こう側に回して、次はこの水色の糸で3段目を編みます。最初にマーカーを外します。目を左針のところに寄せておきます。ここで水色の糸に変えます。ある程度の後で糸始末をするときの長さを残して、ここで緑色の糸を向こう側にして、最初の掛け目と表目を右針に移します。水色の糸を持って掛け目をし、指で押さえて、こちらの左針の表目をこのまま糸を押さえて右針に移します。次に裏編みです。裏編みは普通の裏編みを1回して、次は掛け目をして、表目を右針に移します。次は裏編みをします。ここまでしたところで編み棒を1回引き締めます。これが掛け目をした表目です。裏編みを編んで、また掛け目をした表目と裏編みです。この状態になった時に、最初に編んだ緑の糸とこの足した水色の糸を仮に結んでおきます。後で糸始末をしますので、あまりきつく結ばずに仮結ぶをしておきます。ここから3段目をきちんと編み始めます。ある程度目数を編んでから結んだ方がいいと思います。次は今の編み方を繰り返します。表目は掛け目をして右針に移し、裏編みはそのまま裏編みに編みます。この水色の糸で編むときは、表目は編まずに掛け目をして右に移し、裏編みだけを編んでいく編み方です。次も表目を掛け目をして右側に外し、裏編みを編みます。この編み方を3段目はここまで編みます。3段目の最後のところです。あと2目編んだら3段目が終わります。3段目が終わったら次はまたこちらの緑の糸に取り替えますので、先に編み図で説明します。今3段目の残り2目を残すところまで編んできました。次の4段目は水色の糸から今度は緑の糸に取り替えます。緑の糸に取り替えたら、この記号は前段の掛け目を一緒に表編みにする記号ですので、水色の糸の時は常に表目は掛け目をしてある目を2本一緒に編んでいきます。次の目はこれは裏目を掛け目にする目ですから、前段で編んだ裏目を編まずに
掛け目をして裏目と一緒に右針に移します。次のこのところは前段の掛け目をした目を一緒に表目と合わせて表編みにします。4段目、6段目、8段目は緑の糸で編みますので、緑の糸で編むときは常に表目は編んで、裏目は掛け目をして編まずに右針に移して編む編み方です。これを繰り返し、5段目は水色の糸で編みますから、表目は編まずに掛け目をし、裏目だけを編んでいきます。裏目は前段に掛け目をした目と一緒に重ねて2本一緒に裏編みにし、表目は掛け目をします。この繰り返しです。奇数段は水色の糸で編みますから、表目は編まずに掛け目をし、裏編みだけを前段の掛け目をした目と一緒に編んでいく編み方が奇数段の編み方です。3段目の最後のところです。最後も水色の糸で編むときは、編まずに掛け目をして表目も拾って右針に移します。次は裏編みは普通に編んで、これで3段目が終わります。水色の糸は表側に出る色ではないので、裏側に持っていきます。そして次の緑色の糸は手前に持ってきて、水色と緑色の糸は反対側の向きになります。水色は後ろ側に持っていき、緑色の糸は手前にします。次はこの緑の糸で編みます。その前にマーカーを移動しておきます。これは糸を向こう側にずらした糸ですから、編み始める目はここからです。前段で表目と掛け目をした2本の糸をまとめて、この2本をまとめて表編みにします。表編みにして、この時に水色の糸を少し向こう側に引いといてください。表編みにしたら次は水色の糸で裏編みだけを編んであります。緑色の糸の場合、裏編みを編みませんから、掛け目をして裏目を拾って右針に移します。次は表目と掛け目がありますから、表編みを2本まとめて編みます。次は裏目です。裏目は緑の糸では編みませんから、掛け目をして裏目を拾い、右針に移します。次は表目です。表目は、これが掛け目をした目です。そしてこちらが表目ですから、緑の糸で表編みだけを編みます。次は裏目ですから、編まずに掛け目をして、裏目を右針に移動します。次は表目です。掛け目と表目を一緒に表編みにします。これを続けます。次は裏目ですから、編まずに掛け目をして、2本まとめて右に移し、次は表目ですから、表編みをします。次は裏目は掛け目をして右に移動し、表目だけを編みます。これが4段目の編み方です。4段目は緑の糸で編みますので、裏目は編まずに掛け目をして右に移し、表目だけを編んでいく編み方です。これを繰り返して編みます。ここまで編みます。4段目の最後のところです。
裏編みを掛け目をして、表目は普通に編みます。裏編みは掛け目をして、マーカーを移動し、この緑の糸は手前に倒します。次は水色で編み始めます。水色の時は、緑色の表目は編まずに掛け目をして、右に外します。そして裏目だけは編みます。裏編みを編んで、緑色の表目は掛け目をします。裏編みは2本まとめて裏編みにし、表目だけを掛け目をして外します。これを繰り返します。裏編みだけを編んで、表目は編まずに掛け目をし、裏編みをします。これが5段目の編み方です。こちら側に緑色の表目が出て、裏側は水色の糸が出ます。水色の糸の最後のところです。表目を掛け目をして右針に移し、裏編みは掛け目をした目と一緒に裏編みにします。これで水色の段が終わりました。この糸は後ろ側に回して、マーカーを右針に移動します。この時に水色の糸を向こう側に回すと、その前に編んだ緑色の緑の糸とこのように交差します。この交差をさせることで、つなぎ目に穴が開かずに済みますので、必ず水色の糸は後ろ側に倒し、緑色の糸は手前にします。次は緑の糸で編み始めます。2色編みの時は、毎段糸を変えて編みます。次は緑の糸です。緑の糸は表編みだけを編みますので、掛け目と表編みを一緒に編んで、右に移します。次は水色の糸の裏目がありますが、裏目は編まずに掛け目をして、裏目と一緒に右針に移し、次は表目です。表目は緑の糸ですから、表目は2本まとめて表編みにして、このように表側に緑の糸が出ます。次は水色の糸を掛け目をして外し、次は表目を編みます。これを繰り返します。緑の糸の時は、裏目を編まずに掛け目をして右針に外し、表目だけを編んでいきます。水色の糸は裏目を外して、緑色の糸だけを表編みにし、裏目は掛け目をして外し、表目だけを編んでいくのが、この緑の糸の編み方です。表目は必ず緑の糸は手前に倒し、水色の糸は向こう側にして、段が変わるときは必ずそのようにしてください。常に水色の糸は向こう側に、緑色は手前にして編むと、このように、こちら側は緑の糸が出て、裏側は水色の糸が出ます。これを続けて編みます。このように、こちら側は緑色の糸が出ます。裏側は水色になります。2色の糸で編むイギリスゴム編みです。輪針で編む2色のイギリスゴム編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。